小汚い姿での入店はちょっと。すみません、お客様、よそへ行ってくれます。作業着のまま訪れた旅行代理店で、俺は店員から信じられないことを言われた。実はこの店員、初対面ではない。こいつは同級生で、俺のことをずっと目の敵にしてきた。高校卒業とともに縁が切れたと思っていたのに、まさか地元に戻ってきていたとは。昔の俺だったら嫌がらせをされたらスルーするか我慢していた。しかし今は違う。俺は大きなため息をついて、カバンの中からとあるものを取り出した。わかりました。じゃあ。その直後、同級生は顔面蒼白で俺に謝罪することとなった。俺の家はかなりの貧乏だった。その日食べるものにも困るくらい貧乏だった時もある。俺の家が貧乏なのには理由があった。父方の祖父がいろいろなところで借金を背負ってしまい、それを一人息子である父親が背負う羽目になったのだ。父も祖父の借金のことを知らず、俺が生まれた直後に借金を背負わされてしまい、そういう事情があり、物心つく前から俺は貧乏暮らしをしていた。自分が貧乏だと気づいたのは小学校に入学してから。お前の家ボロボロだな。服もボロボロだし、めっちゃ貧乏じゃん。同じクラスになった須藤がニヤニヤしながら俺をバカにしてきたのだ。俺の家って貧乏なんだ。須藤から指摘されて初めて気づいた程度なので、俺は貧乏なことをあまり気にしていなかった。それに俺の家は貧乏だけど家族仲はいい。父も母も借金返済のために働きに出ていて忙しいけれど、忙しい合間を縫って遊びに連れて行ってくれる。貧乏なりに楽しい生活を送っていた。大変な生活だけど、父も母も笑顔を絶やさない。そういう両親を見てきたので、俺も変にすれることなく成長することができた。そんなある日のこと。今日はみんなのお父さんやお母さんの前で作文を発表しましょうね。授業参観が行われ、家族についてというテーマで作文を発表することになった。俺は仕事で忙しい合間を縫って遊んでくれる両親に感謝していること、いつか自分が働けるようになったらたくさん稼いで両親を楽させてやりたいといった内容の作文を発表。その内容は親たちにかなり受けたようで、読み終わるとたくさんの拍手に包まれた。授業参観に来ていた俺の母親が両隣の親からいいお子さんねと褒められ、ちょっと照れたように笑っていたのをよく覚えている。先生もクラスメートもみんなニコニコと笑顔を浮かべていた。一人を除いて。僕のパパは僕が欲しいと言ったおもちゃを何でも買ってくれます。ママもとっても優しくて美人です。誰かさんの家と違って僕の家はとってもお金持ちです。その後は須藤の発表だったのだが、内容は金持ち自慢が主だった。あまりにも露骨な自慢話ばかりで、先生は若干引いている。親たちもどこの子とひそひそしていた。この時、須藤の両親は来ておらず、須藤の発表はまばらな拍手で終わった。後から知ったことなのだが、須藤の両親は仲が悪いらしい。須藤の育児もお手伝いさんに任せっきりだと聞いた。家がお金持ちなのは確かなのだが、両親はそれを鼻にかけてご近所さんを見下しているとか。須藤の家はゴミ出しの曜日や分別を守らず、ぽいぽいとゴミを集積所に捨てるので、町内会長が一度注意したのだが、ゴミ出しのルール？何それ？なんでそんなルールを守らないといけないの？と須藤の母親は心底不思議そうな顔をしたらしい。注意されたと聞いた父親は町内会長の家に乗り込んで、
なんでうちが注意されなきゃいけないんだと大激怒。その他にもいろいろと問題行動が多く、近所での評判は最悪なのだとか。そんな親を見て育ってきたから、須藤はあんなにひねくれた性格をしているのか。中学に上がる頃になり、俺はようやく須藤の事情を理解した。しかし、理解したからといって、奴と仲良くなれるわけではない。貧乏人のくせになんで学校に来てんだよ。目障りだからうせろ。中学生になった須藤は口を開くと俺への罵倒ばかりで、この頃にはまともな会話もできなくなっていた。小学生の頃はいちいち言い返していたけれど、この頃になると呆れてしまい、ほとんど無視するようになっていた。それが気に入らないようで、奴の嫌味はエスカレート。同時に周りの連中はどんどん須藤から離れていく。あいつちょっとおかしいよな。なんであそこまで笹田に絡むんだ？意味わかんねえ。幸いにも周りの人たちは俺に同情的で、須藤の嫌味がエスカレートしていくほど奴の周りから人がいなくなっていった。とはいえ、いい加減奴とは離れたいな。俺は勉強が嫌いではなかったので、須藤から離れるためにかなり勉強して偏差値の高い高校を目指すことにした。しかし、貧乏人のお前が受かって俺が受からないわけないだろ。楽勝だったぜ。なんと須藤も俺と同じ高校に進学したのだ。試験はカンニングで突破したとか、裏で学校に献金して入学させてもらったとか、悪い噂をいくつか聞いたが、真相は分からずじまいだ。そして高校生になった須藤は周りから見えないところで俺をいびるようになっていった。まあこの頃になると須藤のことは完全にスルーしていたのだが、聞いたぞ、笹田。お前地元企業に就職するんだって？この高校で超珍しいよな。あ、お前は大学に進学したくても金がないんだったな。かわいそうにな。俺が就職するとどこから聞いたのか、須藤は大学に進学しない俺をここぞとばかりにバカにしてきた。俺は都内の私立大学に進学するんだぜ。お前と違って金はあるからな。春から都内のマンションで一人暮らしだ。お前の分まで大学生活楽しんでくるからな。自分がいかに恵まれているか聞いてもいないのに自慢し続ける須藤。奴は親の金でしか自分をアピールできないのかと呆れて何も言えなかった。その後ようやく須藤と別れることができた俺は、地元にある車の部品工場に就職。そこで仕事に打ち込み続けて、もうすぐ40代を迎えようとしていた。ある日のこと、その年は久々に社員旅行に行くことが決まり、俺が幹事に抜擢された。旅行先は有名な温泉地だ。社員だけでなく家族の参加も OK ということもあり、参加人数は150名という大規模な旅行になることが決定。その日は打ち合わせのために旅行代理店に行くことになっていた。遅くなってしまったな。仕方ない。作業着のまま行こう。現場仕事があったので作業着が少々汚れてしまっていたが、着替える時間はなさそうだ。急いで旅行代理店へ向かう。すみません、遅れました。2時から予約の笹田ですが、店内に入ると平日のためか人影はない。一人の店員が暇そうにカウンターに座っていた。その店員が俺の方を見て驚きに目を見開く。お前、もしかして笹田か？はあ、笹田ですが。俺だよ、俺。同級生の須藤だよ。今度は俺の方が驚いて目を見開いた。久しぶりだな。元気してたか？なんでここに？地元に戻ってきたんだよ。須藤はニコニコと笑いながら高校卒業後のことを話し始めた。
私立大学を卒業後、須藤は大手旅行会社に就職。今まで本社で働いていたが、両親が年を取り心配になったので、地元にある代理店に異動願いを出したとのことだ。やっぱり親孝行はしないとな。で、お前は…須藤は俺の姿を見ると耐えきれないといった様子で吹き出した。お前、相変わらず貧乏暮らしなのか？いや、俺は…ボロボロの格好じゃん。あの頃と全然変わってねえの。ゲラゲラと笑い声を上げる須藤。俺の話なんて一切聞いていない。見るからに貧乏人じゃん。お前の家、まだ借金返済してんの？かわいそうにな。その後も須藤は俺のことをバカにし続ける。親の借金のせいで息子のお前まで苦労するなんて同情するぜ。お前は一生貧乏暮らしのままだな。貧乏人だから結婚もできずに一人で孤独に生きていくんだろうな。あ、俺は地元でマンション買って生活してるんだけど、最近彼女ができてさ、そのうち結婚したいなって思ってるんだ。式には招待してやるからよ。あのさ、俺旅行の打ち合わせに来たんだけど。呆れた顔でそう話しかけると、須藤は話を遮られてムッとする。しかしすぐ嫌な笑みを浮かべると、旅行？貧乏人のお前が？何バカなこと言ってんだよ。っていうか、小汚い姿での入店はちょっと遠慮してほしいんだけど。うちは貧乏人相手に商売してないからさ。すみませんお客様、よそへ行ってくれます。わざとふざけた態度をして俺を煽りながら退店を促してきた。今まで俺は須藤の言動をスルーしたり無視して耐えてきた。しかし今回はそうもいかない。社員は全員旅行を楽しみにしてくれている。俺だけの問題じゃないのだ。あまりにも大人げない須藤の言葉に俺は耐えきれず大きなため息をつく。そしてカバンからとあるものを取り出した。わかりました。じゃあこの旅行はキャンセルってことで。はあ？俺が取り出したのは旅行の予約券。そこには社員と家族を含めた150名分の予約が書かれていた。須藤はその予約表を見て驚いた様子で俺の方を見る。150人分？嘘だろ？嘘だと思うなら予約紹介してみれば？俺の言葉に慌てた様子でパソコンを叩く須藤。そしてようやく本当だと悟ったのか、若干気まずい顔を見せつつもヘラヘラとした態度で謝ってきた。うちで予約済みだったなんて知らなかったんだよ。すまんすまん。あっそう。でもさ、お前程度の一般社員がこんな大規模な社員旅行を勝手にキャンセルできるわけねえだろ。まだ自分の方が立場は上だと言いたいらしい。なので俺はため息をつきながらとある真実を教えてやった。は？俺一般社員じゃなくて社長だけど。はい、これ名刺。そういうわけでキャンセルの手続きをしてくれ。差し出した俺の名刺を見て須藤は今日何度目かの驚きの表情を見せた。俺が就職した地元企業は母方の親戚が立ち上げた会社だ。父方の祖父の借金がかさんで苦しい時に、その親戚がうちの会社給料いいし転職するかと声をかけてくれた。おかげで生活は幾分か楽になり、借金返済も進む。そこから縁ができて、父だけでなく俺と親戚も交流を深めていった。親戚は独身で子供がおらず、俺のことを本当の子供のように可愛がっていろいろ良くしてくれたのだ。そして高校卒業が迫っていた頃に、その親戚からうちの2代目社長として働かないかと打診される。高校に上がってからちょくちょく親戚の手伝いをして小遣い稼ぎをしていたので、慣れている環境で働けるのは俺にとってもありがたいことだった。そして親戚は俺の仕事の手際や頭の回転の良さを見て、俺に2代目を任せたいと考えたらしい。そして去年、とうとう社長になったのだ。ちなみに親の借金はすでに返済済み。
30の時に結婚していて、今は2人の子供に恵まれている。お前が社長？しかも結婚して子供もいるって嘘だろ？そんなまさか。これ、うちの家族の写真。これ見ても嘘だって言うのか？スマホの待ち受けは家族写真だったので、それを見せてやる。須藤が信じられないといった顔でスマホを見つめていた。笹田様、いらっしゃいませ。申し訳ございません。渋滞に巻き込まれて遅れてしまい。すると、そこに額に汗を浮かべた店長がやってきた。俺の担当はこの店長で、今日も彼と約束をしていたのだ。こんにちは、店長、ちょっといいですか？すぐさま俺は今まであったことを店長に報告。店長は眉をつり上げて須藤を怒鳴りつけた。お前は何という失礼なことを。バイトでもいいから雇ってほしいと頼み込んできたお前を同情心で拾った俺がバカだった。須藤がバイト？俺は首をかしげ、須藤は嘘をばらされたことで顔を真っ赤に染めていた。後で知ったことなのだが、須藤は大学に進学したものの勉強についていけず、留年を繰り返した末に中退したらしい。その後はバイトを転々としていたが、生活が困窮したので地元に戻り、両親の援助を受けていたそうだ。しかし、その両親もさすがに愛想を尽かして、須藤に働くか出ていくか選べと迫ったらしく、須藤はたまたま目についた旅行代理店のバイトスタッフに募集して頼み込んでやっと採用してもらったとのこと。ちなみに住まいはマンションではなく、今にも潰れそうなボロボロなアパートで、結婚を考えている彼女は存在しない。俺に話していた内容は全部嘘だったというわけだ。お前は引っ込んでろ。後で今後について話をするからな。申し訳ございませんでした、笹田様。あのまま須藤に接客されていたら、本当に社員旅行をキャンセルしていただろう。しかし店長が何度も丁寧に謝ってくれるので、キャンセルは撤回。店長に怒られて店の奥へと引っ込んでいった須藤は、今にも泣き出しそうな顔をしていた。その後、最終打ち合わせに店を訪れると、須藤がクビになったと教えてもらった。やつは土下座して許してほしいと言ったそうだが、店長は容赦なく解雇を通告したとのこと。これでようやくやつと関わることもなくなるのか、と思いきや、お前のせいでクビになった。罪滅ぼしとして俺を雇え。なんと俺の会社にやってきて、とんでもない要求を突きつけてきたのだ。お前と違って俺は大卒だからな。役員のポストを用意しろよ。給料は他の社員の倍出せ。あまりにも非常識な須藤に、最初は驚いていた社員たちも呆れた顔でやつを見る。俺も呆れてしまったけれど、このままやつを放置しておくと仕事にならない。追い出してくれ。がたいのいい社員たちに頼み、須藤を会社の外につまみ出してもらう。何しやがる。今回は追い出すだけで済ませてやる。また同じことをしたら予告なく警察に通報するからな。監視カメラにお前の映像がバッチリ残ってるから言い逃れはできないぞ。俺の会社に迷惑かけるようなら徹底的にやってやる。顧問弁護士に頼んでお前を訴えようか。前科持ちになりたいなら協力してやるよ。俺の冷たい声と視線に俺が本気であると悟ったのだろう。須藤は真っ青な顔をして、そのままおとなしく社員たちに引きずられていった。その後、須藤の姿は見ていない。金策に苦しんで詐欺まがいの行為に手を出したとか、裏バイトをして逮捕されたとか、そういう悪い噂を耳にするだけだ。一方の俺は今日も今日とて仕事に邁進中。この会社をもっと大きくするために自分にもできることを精一杯やっている。業績がアップしたら今度の社員旅行は海外もいいななんて考えているよ。